エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は iPad Air Pro Mini の4機種を比較して用途別のおすすめ iPad を紹介します。どの iPad を買えばいいか迷っている人はよかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まずは画面の違いを比べてみます。大きさは Pro と Air が13インチ、普通の iPad が11インチでミニが 8.3 インチです。Pro と Air は11インチも選べますが、私は画面が大きい方が作業しやすいので13インチにしました。ただ13インチは少し大きくて持ち運びが大変なので、ほとんどの人は11インチの方が使いやすいと思います。画面の見た目はどの iPad もすごく綺麗でほとんど違いがわかりませんが、普通の iPad は価格が安い分画面の性能が他よりも低くなっています。例えば画面が少し奥にへこんで見えたり、表示できる色の範囲が狭いので写真や動画の色を調整したり、正確な色で作業したい人にはあまり向きません。ただ普通に使う分には十分綺麗で違いがわからないので、普段使いだとあまり気にならないと思います。逆に一番画面が綺麗なのは iPad Pro で、表示する絵によっては Pro が一番綺麗に見えます。例えば他の iPad は普通の液晶なのでバックライトで画面全体が照らされていて、Pro を表示した時に真っ黒にならずに少し明るく見えますが、Pro の OLED はピクセル単位で明るさを変えられるので、黒色を表示した時に画面が真っ暗になって暗い色もちゃんと綺麗に表示されます。画面の輝度も高いので屋外や明るい場所で使った時もProが一番見やすいです。画面のリフレッシュレートも高くて1秒間に120回の速さで表示を書き換えられるので、画面をスクロールしたり早く動かした時もProの画面が一番残像が少なくて見やすいです。なので画面の綺麗さにこだわりたい人はProがおすすめですが、他の iPad も十分綺麗でパッと見は違いがわからないので、普通に使う分にはどの iPad でも気にならないと思います。次にスピーカーの違いですが、Pro以外はスピーカーが上下に2つついていて、横持ちにすると左右から音がステレオで聞けるようになっています。Pro はスピーカーが4つついているので縦持ちでもステレオで聞けたり、音が他の iPad よりも綺麗なので縦持ちで動画を見たい人や音にこだわりたい人はProが良さそうです。ただ動画は横持ちで見ることが多いのでスピーカーの違いもあまり気にならないです。次はアプリの使用感を比べてみます。ベンチマークで性能を数字にしてみると、Pro、Air、Mini、普通の iPad の順番に性能が高くなっていて、性能が高いほど価格も高くなっています。ベンチマーク中の発熱を測ってみると、Air、Pro、Mini、普通の iPad の順に熱くなっていました。Mini と普通の iPad はスマホと同じ省電力なチップなので、性能が少し低めだけど発熱も少ないみたいです。逆に Air と Pro は Mac と同じ高性能なチップなので発熱は多めだけど性能がパソコンと同じくらい高くなっています。ただ実際に使ってみるとアプリの起動にかかる時間はほとんど変わらないし、 SNS や動画視聴、読書のような日常使いだとどの iPad も同じくらい快適に動いて性能の違いがほとんど分かりませんでした。違いが分かるのはゲームを高画質設定で遊んだり、動画編集アプリで動画を書き出したり、 3D 系のアプリを操作するような重めの作業をした時で、そういう使い方をした時は普通の iPad よりも高性能な Pro や Air の方が動画の書き出しや表示の切り替わりが早いです。あと Pro はライダーセンサーがカメラの横についているので空間の奥行きを測ったり、 AR のアプリは Pro だけしか使えません。ただほとんどの人は iPad で重たい作業をしたり AR のアプリを使ったりしないと思うので、普段使いだと普通の iPad でも Pro と同じように快適に使えると思います。ただ普通の iPad は新機能の Apple Intelligence が使えないので AI で文章の添削をしたり写真を修正したりしたい人は普通の iPad だとできないので注意してください。 Apple Intelligence は iPad の性能が高いほど早く動くので、写真の一部を消した時の速さを比べてみると高性能な Pro が一番早く処理が終わりますが、今のところは違いがほとんどありませんでした。 Apple Intelligence はまだ出たばかりでこれから使える機能が増えれば違いが出てくると思うので、 Apple Intelligence を快適に使いたい人は高性能な Pro や Air を選んでおくと良さそうです。
次はペンの書き心地を比べてみます。対応しているペンは普通の iPad が Apple Pencil の第1世代で、その他は新しい Apple Pencil Pro に対応しています。普通の iPad だけペンが古いですが、前にペンを比較した時に古いペンも新しいペンも書き心地がほとんど変わらなかったので、古いペンだから書きにくいみたいなことはないと思います。ただ第1世代のペンは10年くらい前に出たペンで、新しいペンと比べると色々気になるところがあるので、ペンをたくさん使う予定の人は普通の iPad 以外にした方が快適に使えると思います。例えば新しいペンには色々な新機能が追加されていて、ペンを回すだけで筆先の形を変えられるバレルロールや、ペンをつまんでペン先によく使う機能を表示できるスクイーズが使えたり、ペンを充電する時も第1世代のペンはケーブルで充電しないといけませんが、新しいペンは iPad にくっつけるだけで充電できたり、色々と使い勝手が良くなっています。あと普通の iPad は画面が奥にへこんでいて、ペン先と線が離れて見える示唆もあるので、画面を見る角度によってはペン先と線がずれて見えることがあります。他の iPad は画面が奥にへこんでなくて、ペン先から直接線が引かれているように見えて書きやすいです。なのでペンをたくさん使う人は普通の iPad 以外にした方が快適に使えると思います。ただペンの書き心地は新しいペンも古いペンもそんなに変わらないし、ちょっとしたお絵描きなら普通の iPad でも十分快適にできるので、できるだけ安く iPad でお絵描きしたい初心者の人は普通の iPad でも大丈夫だと思います。普通の iPad はメモリが他の iPad よりも少ないので、お絵描きアプリで使えるレイヤー枚数が他よりも少ないですが、ちょっとした絵を描くだけなら普通の iPad でもすぐにレイヤーが足りなくなることはなさそうです。レイヤーをたくさん使って本格的にお絵描きしたい人は、ストレージが 1TB 以上のプロを選ぶとメモリが2倍になって使えるレイヤー枚数の2倍くらい多くなるので、プロのクリエイターの人は 1TB 以上のプロにすると良さそうです。iPad はストレージが大きいほどたくさんのアプリを入れられますが、ゲームをあまりしない人なら一番安い 128GB でもすぐに容量不足にはならないと思います。私はいつも 100GB くらいしか使っていません。ただ最近のゲームはストレージをすごくたくさん使うので、ゲームで遊びたい人は 256GB 以上にした方がいいと思います。あと今年の秋に出る iPadOS26 から複数のアプリをウィンドウ表示してパソコンみたいに使えるようになるので、パソコンでやるような重たい作業を iPad でやりたい人もストレージを多めにしておいた方が良さそうです。iPad は毎年新しい iPadOS が出て便利な機能が追加されたり、不具合が修正されて安心して使えるようになっていますが、古い iPad はサポートが打ち切られて最新の iPadOS にアップデートできなくなるので、買ってから何年くらい最新の iPadOS が使えるのかも気になるポイントだと思います。iPadOS のサポート期間は性能が高いほど長くなるので、iPad Pro が一番サポート期間が長くて、普通の iPad が一番早くアップデートできなくなると思います。ただ普通の iPad は学校でも使われていて、6年くらいは最新の iPadOS が使えるので、サポート期間の長さはあまり気にしなくてもいいと思います。例えば2019年に出た第7世代の iPad は6年くらい最新の iPadOS が使えたので、一番安い iPad でも6年くらいは最新の iPadOS にアップデートできると思います。6年も使えばバッテリーの持ちが悪くなったり、いろいろと問題が出て買い替えたくなると思うので、サポート期間の長さの違いはあまり気にしなくてもいいと思います。というわけでおすすめの iPad を用途別にまとめると、ペンをよく使う人や Apple Intelligence を使いたい人は iPad Air が価格と性能のバランスが一番良くておすすめです。それ以外の人は一番安い普通の iPad が良さそうです。画面の小さな iPad mini は1台目の iPad には向かないと思います。スマホと大きさが似ていて、ペン入力ができる以外はスマホとできることがあまり変わらないので、これならスマホでいいやと使わなくなってしまうと思います。なのでミニはペン入力できる小さいタブレットが欲しい人や、日頃から大きめの iPad とペンを使っていて持ち運び用の2台目が欲しい人向けだと思います。私も13インチのプロをメインで使って外出する時や息抜きにミニを使っています。 iPad Pro は名前の通りプロのクリエイター向けで、仕事で iPad を毎日使う人に
おすすめです。1TB 以上のモデルはメモリが2倍になってお絵かきアプリでレイヤーをたくさん使えたり、長時間作業した時にアプリが止まりにくくなるので、レイヤーをたくさん使う漫画やアニメーション、処理の重たい 4K の動画編集や 3DCG 制作などを iPad で快適にやりたい人は 1TB 以上のプロを選ぶと良さそうです。ただ使えるアプリは普通の iPad もプロもほとんど変わらないので、普段使いならほとんどの人は一番安い普通の iPad でも快適に使えると思います。価格と性能の両方にこだわりたい人は、今だと型落ちの M1 や M2 の iPad Air が一番コスパが高そうです。チップの性能が普通の iPad よりも高くて、Apple Intelligence や新しい Apple Pencil も使えるし、型落ちで安く買えるので、状態のいい中古や整備済み品が見つかれば、普通の iPad の代わりにそちらを買うのもありだと思います。ただ M1 の iPad Air は一番安いモデルのストレージが 64GB しかなくて、すぐに容量不足になりそうなので、これが気になる人は 64GB 以外にした方が良さそうです。最近の iPad は第3世代みたいな世代表記じゃなく M3 のようなチップ表記に変わったので、これからは 1,2 年くらいで見た目は変えずにチップだけを新しくしたマイナーアップデートが増えそうな気がします。何年も古いチップのままアップデートされないよりは嬉しいけど、もう変えるところがチップくらいしか残ってなさそうなのがちょっと残念です。というわけで最後に用途別のおすすめ iPad をまとめます。ペンをよく使う人や Apple Intelligence を使いたい人は iPad Air、それ以外の人は一番安い普通の iPad、持ち運びやすい2台目が欲しい人は iPad mini、プロのクリエイターの人は iPad Pro、価格と性能の両方にこだわりたい人は型落ちで安くなった M1 か M2 の iPad Air がおすすめです。どの iPad も最近出たばかりで、今ならどの iPad でも快適に使えると思うので、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。